I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine. Before all that you put me through, I knew that you were trouble, but I left that you were bad. I'm living on this bubble and it makes you so bad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me.どうも、ペンテンクルーのタイガです。というわけで、ナイキさんのアプリでですね、スニーカーズパスでゲットすることができました。今回、エアフォース1とピースマイナス1のコラボレーションモデルパラノイズでございます。そうですね、もう朝一でナイキ原宿行って、受け取ってまいりました。どうしようかな。なんかいっぱい喋りたいことがあるんで、どっから話そうかなっていう感じなんですが、まずは、コラボレーション先のピースマイナス1とはっていうところなんですが、もう皆さんもね、ご存知デザイナーは、世界的ファッションアイコンでもあるし、何よりビッグバンのリーダーでございますね。G ドラゴンさん、本名ジオンさんですね。ジオンが手掛けているのがピースマイナス1でございます。僕も昔ベルトがすっげえ長いキャップをちょっと持ってたのがあったんですけど、もう手放しちゃったんですが、そのブランドとのコラボレーションモデルです。今年がですね、いわゆるダンクが再加熱した年と言ってもいいんじゃないかなと思います。なんとなく僕の肌感覚では2019年の1月に出たパンダダンク、ステイプルピジョンとのコラボのダンクからどんどんダンク人気が上がって今年爆発したような感じなんですが、去年はですね、僕の肌感覚では本当にエアフォース1の年だったんじゃないかなと思ってます。で、特に2018年末、今時期ぐらいに復刻した白ヘビですね。これが出てからエアフォース1がぐーっとまた再加熱して、で、去年のちょうど今時期ぐらいに、こちらの黒のモデルですね、パラノイズのファーストカラーっていうのが発売されました。で、僕は実際ちょっと買うことができなくて、結構悔しい思いをしたんですが、今回このホワイトで再登場ということで、狙ってた方も多いんじゃないかなと思うんですが、ぜひよかったら最後までレビューの方見ていただければなと思います。何よりパラノイズの特徴というのは、スーシュであるとかヒールカウンター以外っていうのはすべてですね、塗装されております。アッパーはもうすべてが塗装されたような状態となってます。ちょっとパキパキとしたようなこういう状態ですね。で、これ隠しギミックではないんですが、この塗装が剥がれると、そこから下地が見えてくるという、真の姿が出てくると言った方がいいのかな。その隠しギミックがかなり面白いかなと思います。ここ最近のナイキさんで結構そういう隠しギミックというか、剥がれると新たな色が出てくるっていうのは多いんですが、パラノイズはちょっと特徴的で、本当にペンキのような塗料、固めの塗料ですね、をちょっと上から塗ってあって、それがパキパキ剥がれてくるようなギミックとなっております。じゃあ早速ディティール見ていきましょう。今回ですね、ちょっといろいろスペシャルすぎて、もう
箱からご紹介しようかなというような感じですね。箱は黒にナイキで、いわゆる引き出しタイプのラボ箱ですね。ラボ箱、やっぱり引き出しタイプってワクワクしますよね。はい。こんな感じでサイズ。僕は今回 25.5 センチチョイスしました。ハイカットのエアフォースワンとかミッドカットであれば、僕は26とか 26.5 をチョイスしてるんですが、ローカットなんで今回は 5.5 をチョイスしました。で、ボックスの、サイドって言ったらいいのかなにですね、ペイント、プリントがされてます。これもですね、ジオンが、デザインしたものだと思います。こんな感じで、入っております。かなりスペシャル感あるボックスとなってます。で、もう何よりですね、付属品がもうかなりジャラジャラついてるような状態で、本当にスペシャルな感じなんですが、まずですね、ブランドタグって言ったらいいのかながついてます。ビニール、ちょっとシルクっぽくもあるんですが、ビニール製のこういうタグ、キーホルダー型のね、チェーンもついてタグがついておりますし、あと替えのシューレースですね、ホワイトで入っておりますし、これが何かなこれがですね、ピンバッジみたいな感じなんですけど、一番上のシューホールのとこにつけるアクセサリーですね。そんなのも今回もついております。次にスニーカー本体のディティールなんですが、アウトソールですね。アウトソールこのような感じとなっております。目を引くのがもう汚れ加工というか、ペンキを上から塗られたような黒の加工がされております。ソールはね、いつものエアフォースワンですね。ここ最近よくあるような彫りが深い割となんていうのかな、レディースとかに多いのかな、肉抜きされたようなタイプのフォースワンの、ソールではなく、もうオーソドックスなフォースワンのソールとなっております。で、ミッドソールですね。ミッドソールもホワイトなんですが、黒でね、ペンキ加工がもう全体的に入っております。ヒールのところはね、シュッと一本線が入ってるんですが、このような形となっております。で、ナイキさんの公式の写真とかだと、1、2、3みたいな感じでね、3本線であったりするんですが、僕の購入したのはね、1本線というか、シューッとそのまま入っております。これは各個体によって特徴があるようなんで、購入できた方はね、どういうのが入ってるのかっていうのはお楽しみっていうような感じかなと思います。で、続いてアッパーですね。アッパーがもうさっきもご説明した通り、全体的にペンキが塗られたようなパキパキとひび割れが入っております。もうこれも履けばポロポロと取れてくるんじゃないかなと、下地が見えてくるんじゃないかなと思うんですが、そのようなアッパーとなってます。なんていうのかな、質感は結構マットな感じですね。マットなんですけどつるっとした、ほんとペンキが塗られてるような感じです。触り心地伝わるかどうかわかんないんですけど、メントスの表面みたいな感じですね。メントスもあれ上からコーティングされてるじゃないですか。あんな感じでパキッとなってるような感じです。で、スーシュですね。スーシュに関してはね、結構脂肪が強めのレザーが入っております。で、続いてシューレースですね。シューレースはファットシューレースです。ファットシューレースっていいっすよね。僕ほんとファットシューレース好きなんですよね。スケシューとかで、昔よくファットシューレースが流行ってた時代があったので、その名残ではないんですが、僕はファットシューレース結構好きです。目がね、詰まりまくってるような感じで、こんな感じで入っております。で、しかもですね、ナイキさんにしては珍しくオーバーラップで入ってますね。はい。そんなシューレースです。終端の方には、刺繍ですね。お花の刺繍なんですが、これはデイジーということで、ひなぎくの刺繍ですね。黒のひなぎくってないんですが、花言葉は平和とか希望。ピースマイナスワンのブランドの信念に通ずるようなところがあるんじゃないかなと思います。で、デイジーの刺繍ですね。しっかりと刺繍されてます。これめちゃくちゃ綺麗な刺繍ですね。この刺繍見ただけでもかなり手が込んでるなというのがわかります。で、終端ね、表地っていうのはレザーです。スーシュと一緒のような感じで脂肪強めのレザーとなってます。裏面はメッシュ素材ですね。で、ヒールですね。ヒールに関してはスムースレザーで、ナイキエアーのロゴ入ってます。
ライニングがね、ちょっと特徴的なんですが、中にですね、ピースマイナス1のロゴがですね、プリントされてます。この辺もちょっと特別感ある一足なんじゃないかなと思います。で、インソールですね。インソールに関しても、プリントですね。これはただ、すぐ剥げるような感じの、上から乗ってるようなプリントではないので、履いてても、これは取れないんじゃないかなと思います。この辺もかなりスペシャル感溢れております。一応補足情報ではないんですけど、アッパーっていうのはね、かなりもうひび割れ状態です。前回のブラックのモデルね、持ってないんで、ちょっと比較ができないんで、どうなのかなっていう感じなんですが、かなりひび割れ状態です。もう今にも取れそうな状態となってます。で、スニパスでナイキ原宿取りに行った時、数人のお客様が、ちょっとひび割れてるから変えてくださいってことをおっしゃってました。店員さんも今回のはちょっとそういう状態のものなんで、最初からそういうものなんで、ちょっとご遠慮くださいということでアナウンスされてたんですが、完璧を求めてらっしゃる方だとちょっと驚かれるんじゃないかなと思います。僕もこんなにひびが入ってるものだと思ってなかったんで、履けばどうしても塗装とか取れてくるもんなんでね、しょうがないかなと思うんですが、感想としては思いのほかひびが入ってるんだなっていうのが第一印象でございました。とにかくね、もう早く履いてみたいんで、早速履いてみましょう。はい、履いてみました。よいしょ。これね、めちゃくちゃ面白いですね。足通した時、やっぱり塗装がひび割れていくんでしょうね。ちょっとパキパキっていう音が聞こえます。なんかこんな靴初めてですね。ちょっと細身のスラックスでちょっと履いてみたんですけど、太めのパンツの方がこれはかっこいいかなと思います。なんかスキニーとかよりガツッと太いワイドパンツとかで履いた方がいいのかなと個人的には思います。左足に関してはね、デフォルトの黒紐なんですが、右足だけちょっとホワイトのシューレース通してみました。ファットシューレースがやっぱりいいっすね。見た目が僕はかなり大好きですね。ただ通すの結構時間かかります。太いんでね、穴通りにくいんで、ちょっと根気がいる作業かなと思います。で、履き心地はいつものフォースワンっていう感じですね。なんかどうだろうな、いつものよりややちっちゃめにできてるのかなっていうような、なんとなくそんな感じがします。フォースは基本的にナイキの中でも幅広のモデルだと個人的には思ってるんですけど、この幅ですね、が意外に狭めなんで、ちょっとそういう足が幅が広いよっていう方はハーフサイズアップとかがいいのかなと思うんですが、くるぶし周りとかね、この辺りっていうのは割と広くできてる、取られてるんで、履き口もねすんなり足に馴染むんですけど、つま先部分だけちょっと要注意かなっていう感じですね。僕白紐の方がいいかもしれないです。好きかもしれないです。はい。これがまたね、塗装が剥がれてきた時に、どんな雰囲気を醸し出すのか、カラフルな感じなんですが、それもね履いていくうちに楽しみですね。はい。このね足裏もいいですよね。このペイントもちょっと武骨な感じでいい感じだと思います。で、シューレースチップなんですが、黒と白で全然違います。はい、こんな感じとなってます。白もね、デイジーの花がシューレースチップに入ってていい感じだと思います。いや、いいですね。久しぶりのフォースワンです。履き心地もいいし、ちょっとスペシャルな一足だし、かなり大満足です。さあ、履いた感じいかがでしたでしょうか。以上、今回はナイキとピースマイナスワンのコラボレーションモデルエアフォースワンのパラノイズのご紹介でございました。僕自身今まで何足かエアフォースワンは履いてきたんですけど、ここまでスペシャル感あふれるモデルって正直初めて、コラボレーションモデルって初めて購入したんで、めちゃくちゃテンション上がってます。ただテンション上がりすぎてちょっと今うっとりしてるような状態で、なんとか落ち着こうかなというような状態です。本当手にしたらわかると思うんですけど、
こんなにいいモデルなんだという感想です。はい。で、個人的にはここ最近BTS にめっちゃハマってるんですよ。で、ビッグバンに関しては僕昔 DJ をやってた時にね、よくかけてたんで、もう10年ぐらい前になっちゃうんですけど、ここ最近BTS にハマってるおかげもあって、かなり韓国文化に興味をそそられてる僕でございますので、そのタイミングで、こういったものを購入できてよかったかなと思います。いつかね、BTS もナイキさんとかとコラボして、靴、スニーカーなんか出ればいいなと思います。もう今、フィラかなでなんかキャンペーンやってるのを、BTS がね、使われてるんですけど、はい。そんな感じで、BTS で言えばリーダーのナムさんとかがね、デザインしたスニーカーも出ればいいなとも思います。いろいろね、余談を喋りすぎたんですが、今回のスニーカーレビューでした。また今後もスニーカーのレビューなんかやっていきますし、あと僕と相方の大ちゃんとYouTube でラジオもやってますんで、ぜひよかったらそちらの方も聞いていただければなと思います。よかったらでいいんでチャンネル登録とグッドボタンもね、お暇があればお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.